板垣退助による相原直人への除名嘆願と相原の改心。イントロダクション。明治時代、自由民権運動の先駆者として知られる板垣退助が、政敵であった相原直人への除名嘆願を行い、相原の改心に繋がった出来事があります。この歴史的なエピソードは、政治的な対立を超えた人間性と、寛容の精神を示す重要な例として語り継がれています。板垣退助と相原直人への関係。板垣退助と相原翔ってどんな関係だったのだ。板垣退助は自由民権運動の指導者で、相原翔は高知県の保守派政治家だったの。二人は政治的に対立する立場にあって、いわば政敵同士だったのよ。じゃあ仲が悪かったってことなのだ。そうね。政治的な対立があったから友好的な関係ではなかったわね。でもこの後に起こる出来事でその関係性が大きく変わることになるのよ。相原直人への罪状。相原さんって何か悪いことしたのだ。相原翔は1874年に起こった佐賀の乱に関与した罪で死刑判決を受けていたのよ。死刑。それってすごく重い罪なのだ。そうね。佐賀の乱は明治政府に対する反乱だったから政府にとっては重大な罪とされたのよ。板垣退助の除名嘆願。でも板垣さんが捨てようとしたのだ。どうしてそんなことしたのだ。板垣退助は政敵である相原翔の除名嘆願を行ったの。これは政治的な対立を超えた人道的な行為だったと言えるわね。すごいのだ。でもなんで敵を捨てようとしたのだ。板垣は相手が政敵であっても人命を救うことが大事だと考えたの。これは板垣の人格の高さを示す行動だったのよ。除名嘆願の結果、板垣さんの嘆願は聞き入れられたのだ。結果的に相原翔の死刑は免除されて流刑に減刑されたのよ。よかったのだ。板垣さんの行動が相原さんの命を救ったのだな。そうね。この出来事は当時の社会に大きな影響を与えたの。政治的な対立を超えた人間性の勝利として多くの人々に感銘を与えたのよ。相原直人への改心。相原さんはその後どうなったのだ。相原翔は板垣退助の行動に深く感銘を受けて改心したと言われているのよ。敵だった人に命を救われて考え方が変わったのだな。そうなの。相原は後に板垣の自由民権運動の支持者になったとも言われているの。これは寛容と和解の力を示す良い例と言えるわね。まとめ。板垣退助による相原直人への除名嘆願とその後の相原の改心は、政治的対立を超えた人間性の勝利を示す重要な歴史的出来事です。この出来事は、敵対関係にあっても相手の人命を尊重する高潔さ、そして寛容の精神が人々の心を動かし、社会を変える力を持つことを教えてくれます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。